皆さんこんにちは。チャプターズブックストア書店主の森本萌乃です。今日は早速ですが大型ゲストが来てます。もうねご存知ですよね皆さん。いやいや今回の貴公子ですからね。いやー、そういうなご紹介をいただくと大変プレッシャーが初めてですかこれ。はい、小説紹介で有名な健吾さんを今日お招きしております。はい、よろしくお願いいたします。小説紹介の健吾です。はい、チャプターズで選書いただきました。あ、そうなんです。先ほど健吾さんの方の動画でね、ちょっと私緊張しながら選書させていただいたので、そっちもぜひご覧いただきたいと思っております。で、今日こっちのチャンネルでは何を話そうかなと思ってたんですけど、私は割と個人に選書をしたり、お客様を持ってやってるんですけど、健吾さんは本を多くの人に SNS を通じて、選書をしてるじゃないですか、紹介をして、これをなりわいにしている人って、日本におそらくすごくまだ少ないと思うんですよね。そうですね、確かにもう僕も紹介っていう建前で、いろんな活動をしてるんですけど、紹介するには、その紹介する本を選ばなきゃいけないっていう意味では選書で間違ってないのかなと思ったんで、先ほど僕選書サービス実際に受けてみて思ったんですけど、選書って奥深いなと聞きたい。改めて感じましたね。なんか今日はその辺をちょっと2人で話していけたらなと思っております。ということは視聴者の皆さんに選書のコツみたいなものをお伝えするっていう内容です。そうですね。今日はちょっと2人でざっくばらんに話しながら、その面白い本を見つけるコツ、選書のコツをちょっと伝授できればと、思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあもうなんか何度も聞かれてると思うんですけど、健吾さんが本を好きになったきっかけとか、おいくつぐらいの時だったかとか、本に出会った今までの変遷をざっくりまず聞いてみたいです。僕ですね、こんな活動をしていると、ちっちゃい頃から本読んでたんですかとか、幼少期に読んだ思い入れのある本を教えてくださいとか言われるんですけど、もう全然そういうのなくて、初めてちゃんと読んだのが大学に入学してからなんですよ。そうですか。だから18歳。18歳の時に東野圭吾さんの白夜行という作品を読んで、そっから小説にめちゃくちゃハマって、小説だけに関わらず読書をするようになったっていうのが最初のきっかけなんで、僕今年27歳になったんですけど、まだ実は10年弱ぐらいなんですよ、読書歴が。でもなんかすごい共感するのが、私も普通に会社員をやりながら、読書にどっぷりハマって、ずっと生活のどこかに本があるっていうのが始まったのが25歳の時なんですよ。で私今35なんで、読書歴10年で一緒ですね。じゃあ読書歴っていう意味でも変わらないんで、もうほぼ同級生。そうです、同級生ですね。なるほどな。なんかそう昔サンデージャポンに1回出させていただいたんですけど、その時の1個前の特集が健吾さんで、いやー懐かしいです。もう4年前とかですよね。なんかその時になんかもちろん知ってはいたんですけど、こんなに丁寧に本読んで紹介してるんだなっていうその気概を感じて、とてもその時から勝手に仲間意識も勝手に感じながらファンというか応援という気持ちも持ってやっておりまして、光栄です。でもそっか、じゃあ2人ともやっぱ読書家になるのは結構遅かったんですね。そうですね、僕遅かったですね。なんかそういうことを結構言っていきたいですよね。本って昔から読んでなきゃいけない感じするじゃないですか。いや本当におっしゃる通りで、いつどのタイミングからでも始められるのが読書の魅力でもあるのかなと思っているので、それは僕も言っていきたいですね。しかもなんか読むほどにもう永遠にどんだけ寿命があっても絶対に読みたい本読み切れないことに絶望しません？もう本当にそれおっしゃる通りで、多分なんですけど、書店さんで並んでる本を全部読もうと思ったら、人生が何週あっても足りないと思うんですよ。時間って有限ですし、だからこそ長く楽しめるっていう意味でもすごく魅力的な趣味だなと思います。そうですね、確かに。ではさっきお話しした選書のコツみたいなことになんか入っていきたいなと思うんですが、私これ聞きたかったんですよ。毎月読まなきゃいけない本来たると思うんですね。とあとすっごい読みたい本、このバランス何対何ぐらいでやってます？そうですね、本当にありがたいことに、これ仕事にさせてもらっているっていうところもあるので、読みたい本と読まなきゃいけない本、5対5ぐらいかなと、ちょうど半々ぐらいかなと。そうですか、いいですね。書店に行ってとか、あとは新刊発売するのめちゃくちゃ楽しみだったとか、そういう自分の意思でこれは楽しみだったっていう読みたい本を読む時間はもう確保する。もう決めてるんですね。絶対に確保するってことは意識してますね。
その本に出会うのって情報収集してから本屋さん行きますよ、うん、それとも偶然の出会いを割と大事にします？もうどちらもありますね、それこそ昨今 SNS 主に X ですね、X とかでは書店員さんだったりとか作家さんだったりとか、あと書店さんも発信活動がもう精力的になってきて、いろんな本の情報っていうのは受け取れる立場に僕もなってると思うんですよ、その発信する側だけじゃなくて、そういうのを見て、あ、この作家さんの新刊出るんだとか、読んだことない作家さんだけどこれめちゃくちゃ面白そうだなっていう情報をキャッチアップして書店に行くこともあれば、こう運命的な出会いを求めていく、で実際 SNS だけじゃ収集しきれないんですよ。確かに、で今書店に行ってみて、わ、この作家さん新刊出してたんだっていうような、そういう運命的な出会いもあったりするんで、どちらもありますね。なんかこう本を買うときに私割とこう事前に情報収集してから行っちゃうんですよ。でも確かに本屋さんで出会う本もすごい大切だなって思っていて、本屋さん好きなんですけど、どこで見ます？本選ぶとき。そうですね、昔はそれこそ書影に惹かれてとか、それこそ僕白夜行を手に取った理由っていうのが、分厚いから手に取ってるんですよ。あ、かっこいいってことですか？そう、かっこいいというよりはなんかその当時ちょっとお金がなかったんで、少ない金額で長く楽しめるをコンセプトに書店に行ったんですよ。でもなんかすごい、でも素敵ですね。そうなんですよ。それで本って長く過ごせますもんね、一緒に。そうなんですよ。それで分厚い、東野圭吾さんって知ってると、これやんと思って白夜行を手に取ったんで、そういうビジュアルで選んでいた頃があったんですけど、今やっぱり自分の好きな作品だったりとか、こういう作品自分求めてるなっていうのがやっぱ読書を重ねることに分かってきたんで、あらすじ見たりとか、ポップ見たりとか、書店員さんのおすすめコメント見たりとか、そういう形で選ぶことが増えましたね。あ、でもやっぱ健吾さんおすすめって帯に書いてあるとすごいやっぱいいなって思っちゃう。恐縮です。何個ぐらい書かれてきます？今まで帯。本当にありがたいことに把握しきれてなくて、やっぱり、なんかあんまりやりすぎるのも良くないなっていうふうに自分は思ってるんですけど、本当にありがたいことに帯担当させてもらってますね。話が尽きない。いや本当にありがたい。いや、こんなにありがたい。いや、もうみんなだからやっぱ丁寧に読んでらっしゃることと言うこと言わないことの選択がすごい上手だなって、でもすごい失礼ですか、なんか偉そうですけど思って見ていて、それが多分出版社さんも気持ちいいんでしょうね。まあ僕っていう名前が出てる時点で、ある種のノイズにはなっているかもしれないんですけど、できる限りこう読みたいって欲を、心の中にある欲を刺激するようなワードだったりとか、言葉っていうのを選ぶことを意識してて、根本的に、自分が読書歴浅いっていうのもあって、本をこれから好きになるだったりとか、これまでは小説全く読んでこなかったけども、これから読み始めたいとか、そういう方を、ある種ターゲットにして発信活動をしているんで、だからそういう方がパッて見た時に、これを見たいなって思ってくれるような言葉選びっていうのはどの場面でも意識してるかなと思いますね。なんか私たちチャプターズのサービスって平均年齢30歳ぐらいで、動画の視聴者も同じぐらいで、女性が8割なんですよね。なのでやっぱり女性で忙しくてもう本離れちゃったとか、なんかこうぽっかり自分の時間ができた時に読書したい方に勧めるっていう、そういう方を想定してやるんですけど、健吾さんの動画はどういう方が見てるとか、どういう方に向かってお話しかけするようにしてるとかってなんかあるんですか？僕はやっぱりメインがショート動画、縦型のショート動画でやっているんで、プラットフォームで言えば YouTube ショーツもあって、TikTok があって、Instagram のリールがあってみたいな、そういう形でやってるんで、やっぱ比較的視聴者の層っていうのも、僕はやっぱ10代の方だったりとか、20代前半の方が多いなっていう印象があって、で性別で言いますと、僕もチャプターズと同様に 70%、65% ぐらいは女性が多いんですよ。そうなんですね。でじゃあ誰をターゲットにしてるかっていうと、もちろんそういう方々、若い方々をターゲットにしてる部分はあるんですけど、やっぱり根本的に小説をこれから好きになるとか、小説全く興味なかったけど、読んでみようかなっていうきっかけになりたいと思って発信活動してるので、年齢問わずこれから小説を好きになる人を読書沼に引きずり込んでやるぜみたいな、そういう気概があって、動画やってますね。いやでもたくさんいると思います。健吾さんをきっかけに好きになった方って。いやもう嬉しいですよね。そしたらそういった方たちに本を紹介するにあたって、ジャンルとか作家さんとかいっぱい触れるようにしてます？それともこの人は読みやすいとかの、結構深掘りしてってます？作家さんジャンル。本当に
多種多様というか、いろんなものを紹介してる意識はありますけど、僕の好みに偏ってしまう部分は正直否めないなとは思ってますね。だからなんかそこからこう僕の紹介をきっかけに読んでくださった方が派生していってくれたら嬉しいなと。では最初が僕がそういうきっかけになれたとしても、やっぱりその作品読んでみて、この作家さん好きだなと、この作家さんの他の作品も読んでみようとか、あるいは書店でこの作家さんの作品が置いてあった隣にある作品読んでみようとか、そういう感じで枝分かれしていってもらえるとすごい嬉しいなと思いますね。なんか私最近見たその健吾さんのショート動画ですっごい納得したのが、まず本を読むためには本を触ろうと意識的に、あれすごいいいなと思って、そうなんですよね、あの話聞きたいです。これ先初のお話から若干それるんですけど、僕やっぱそういう悩み相談というか、本を読みたいし、読む予定の作品もたくさんあるけども、実際問題時間が取れないだったりとか、そういうことで悩まれてる方からのメッセージでもたくさんいただくんですよ。で僕もそれは悩んでいた時期があって、これどういうふうに解消したらいいかなってことを自分なりに考えてみたんですよ。でその結果、一番の元凶が何かというとスマホなんですよね。確かに本当そう。現代人にとってやっぱ必要不可欠であり、絶対になくてはならないものでありながら、最も時間を奪っているのがスマホなんですよね。これは多分こう視聴者の方も心当たりがあると思いますし、もしかしたらこの動画をスマホで見られている方も多いと思うんですよ。僕らが皆さんの時間を奪ってるのかもしれないですけど、スマホはなんで使ってしまうのかって考えた時に、単純に触っているからなんですよね。当たり前じゃないですか。いやもう本当にそうだなって、あるからですよね。そうなんですよ。触っているから使ってしまうと、触っているから X 見て、インスタ見て、TikTok に飛んで、また X に戻ってとか、そういうことを繰り返してしまうと。これを解消するためにはどうしたらいいだろうと。スマホを手放す、置いておく、違う部屋に置いておくとか、それはまあ簡単だと。でも、スマホは触ってしまうから使うってことを逆に利用してやって、本を触っておけばいいんだと。なんか本当にそう思いました。やっぱり本を読んでる人ってもう触ることに慣れてるから、枕元にあるとかだけでもやっぱね近いですよね、本が。だからまあ、朝起きて一番最初に触る対象を本にするとか、あとは電車の中にすごい聞いたことないアドバイス。座るパート、次の駅まで3駅あるなと。そこでスマホを開いてインスタを見るんじゃなくて、本を触る。まず触ればいいと。こうやって。もう触るだけでいいです。読もうとしなくていいです。触るだけでいいんで、それを意識すると、やっぱ触っていると開きたくもなりますし、まあ昨日はそこまで読んでたから途中から読んでみるかとか、そういう風になるんですよ。そういう風にして僕は読書時間稼いでるじゃないですけど、作っているので、触ること大事だと思います。なんか私もなるべく本のハードル下げたいなと思うんですけど、これは本当目から鱗というか、確かに触らないと始まらないなっていう、もう開く以前に触るっていうね。それで多分健吾さんに褒めてもらえるとみんなも、今触ってるっていうね、自分の中の読書のハードルまた下がると思うんで、触ろうみんなね、一旦触ろうっていうのを、あれ好きでした。私すごい選書についてもう一つ僕がこれいいなと思ったことがあって、これ多分選書の方法っていうよりは、これまた本を読むために、本を読む時間を作るために意識していることによっちゃうんですけど、書店に行って1冊しか買わない。はあ、そうか。2冊とか3冊とか買いたくなっちゃうんですよね。実際もね、僕も買っちゃってるんで。いや、でもそれも初めて聞く意見。毎回そうやってるってわけじゃないんですけど、これぞと思った作品に関しては1冊しか買わないんですよ。なんでかっていうと、読書のモチベーションが最も高いタイミング、熱々のタイミングって僕買ったその瞬間だと思うんですよ。で、まあ2冊も3冊も買いますと、けども2冊も3冊も一気に読めないわけじゃないですか。それはまあ時間的な制約もありますし、皆さんお忙しいと思いますし、でもこう1冊しか買わずに近場の喫茶店だったりとか、あるいは家に帰って買ってすぐに読み始めるんですよ。熱々の状態のまま。これ読書が僕最もはかどるタイミングの一つだなと思ってるんで、一生懸命吟味して自分で選書した作品を1冊だけ買ってすぐに読み始めるっていうのは、
これ読書はかどりますよ。いや本当そうですね。だから自分のために選書一冊にしてあげるって、うんそれがかけがえのないものになるってことですよね。そうなんですよ。なんか読書しない人の気持ち分かりすぎてますよね。僕も本当に読書しない側の人間だったんで。いや本当にすごい。やっぱり今日お会いしてだからみんな好きなんだっていうのが分かりましいやた。ありがとうございます。なんかそんなこと言ってくれたら私も嬉しくなる。本当ですか。うんうん、逆になんかこう読書マウント取られた嫌な思い出とかないですか？なんか言える範囲でそうでなんかあれば。すね。あんまり正直なくて、というのそうもなんですね。僕が生きてきた環境って、うん実は僕大学4年生の秋まではいずっと野球やってたんですよ。えで僕は大学入ってから小説を読み始めたので、4年間ぐらい、うん僕一人っきりで読書を楽しんできたんですよ。うん、というのも野球部の人間って本を読まないんですよ。なんとなく皆さんイメージ通りかもしれないですけど、なんとなくわかりますね。はい、僕が所属していた大学の野球部も例外なく、本を読む人間も全くおらず、はい、加えて高校中学と振り返っても周りに読書をする人間がいなかったんで、うんそういう意味では、うん読書をする人間がいないからこそ、うん読書マウントを取られた経験はないかもしれないです。なんかこう有名にある程度なられた後で、なんかこんなナンパなの本読みって言わないみたいなことないですか？でもなんかそういう意味では、僕5年前ぐらいから、発信活動を始めたんですけど、その当時今もそうかもしれないですけど、新しかったんでショート動画で小説を紹介するっていうのが、プラットフォーム的にも新しかったんで、言い方が正しいかわかんないですけど、読書マウントをする方の目に触れない。すごいいい。確かにでもよかった。なんか私時々ちょっと嫌な思いすることあったので、健吾さんないといいなと思って見てて、そうだから逆に読書これから始める方々から、あるいは始めた方々から、読書ってめちゃくちゃ面白いんですっていうような始めたての意見とか、感想をいただける機会が僕は特段多くて、なんか幸せですよね。いやよかった。いやもうずっとそのままでいてほしい。よかった。ね、私はなんかやっぱりビジネスサイドにいるとあることないことで、確かにそうですよね。でもやっぱり読書って楽しいからやるっていうことに尽きるから、やっぱそれをねやっていきたいなと思うんですけど、じゃあちょっともうちょっとこう、本を読むとか選書の方に行きたいんですけど、例えばこう本を読む時のテンションを上げるお気に入りのルーティンとか、こう自分でこう決めてる習慣とかあったりしますか？そうですね。あまりそのルーティンで音楽を聴くとか、じゃあ例えばコーヒー入れるとか、そういうことはあんまりなくて、正しい姿勢で本を読む。自分の中で正しい姿勢で本を読むってことを意識してて、僕もこう寝っ転がりながらとか、ちょっと体勢崩してとか、足組んでとか、そういう感じで本を読んでいた時期があったんですけど、結局自分の中でいいんで、美しい姿勢で読むことが最も読書に集中でき、かつ長い時間楽しめるってことに気づいて、だから僕はちゃんと机があり、椅子にちゃんと座り、椅子もなんか座高が高い椅子っていうよりは、ちゃんと足が地面につけるような椅子に座って、なんとなく美しいだろうなと、周りから見て、あの人美しいフォームで本を読んでるなと、そう思ってもらえるような形で読書をし始めたら、それが一番集中できるってことに気づいたので。それがこう周りからの見え方じゃなくて自分自身も集中できるんですか？そうですね。地に足をつけるって結構大切だなと思ってて、地に足でつけるってもうその言葉通りで、ちゃんと足の裏を床にしっかりつける。で骨盤がしっかり立って美しく読めるみたいな。これなんだかんだそういう姿勢を取り続けるってしんどいだろうなとか、集中逆にできなくなっちゃうんだろうなとか、そういうふうに思われるかもしれないですけど、僕はこれが実は一番集中できるんじゃないかなと思っているんで、思ったことなかったな。転がりながらとかよりも全然こっちの方が集中できます。じゃあ姿勢を正してみよう、みんなで。私もやってみます。それ姿勢正すのいいと思います。さっきでもおっしゃってた、やっぱり私たち2人とも共通は、本の情報収集大事だけど、やっぱ本屋さん行くのいいですよね。で偶然の出会いとかもあったり、上手な選書の仕方の一つだと思う。あとはなんかもう一つぐらいこう選書本屋さんになんかあんまり行かない子が行って自分の好きな本を見極めるためにやった方がいいコツとか、何かあれば最後聞きたいです。そうですね。やっぱ選書って難しいと思うんですよ。なんか特に小説を読み始めてばっかりとか、本を読み始めて間もないっていう方からしたら、著者さんのお名前だったりとか、そういう情報もまだまだ少ない状態で、それを重ねていけば、だんだんこう自分が好きなタイプだったりとか、ジャンルっていうのが見えてくると思うんですけど、最初の方は難しいと思うんですよ。僕おすすめしたいのが、とにかく書棚を見続ける。書棚を見続けて、で稀にビビッとくる、
僕は表紙と目が合ううんっていう表現するんですけど、はい、表紙と目が合う作品と出会うまで書棚を見続ける、へでー表紙と目が合ったなっていうふうに自分で実感したその作品は買いましょう。へー大抵の場合、僕は表紙と目が合って買って読んだ作品は面白いんですよ。それは初映に別に人間がいなくてもいなくてもなんとなくもうなんとなくなんか自分に寄ってきてる感じする？なんかこのデザインすごい惹かれるなとへーか、場合によってはホラー小説でまがまがしい雰囲気のタイトルとか表紙もあると思うんですよ。でもそういうのもなんかめちゃくちゃ今惹かれてるなみたいな、そういうことがあったらその作品を手に取って読む。これは一番簡単な選書方法でもあり、自分の感性でしかない選書なんで、僕はおすすめしたいなとは思いますね。その人にぴったりな作品がきっと見つかるんじゃないかなと思うので、僕は僕自身も表紙と目が合った作品は必ず買うことを意識してるので。やりますか？じゃあ目が合うっていうのをちょっと体験してもらいたいなっていうのがあれですかね。そうですね。じゃあなんかいろいろ聞けたんですけど、3つまとめてみると、本屋に行く、あとは、本を1冊だけ買う、そして触る、で3つ目は決まるまで本と目が合うまで本屋さんを歩き続ける、これでいいですか？いや全然わけわかんないです。でも今日健吾さんと話すまで思ってもなかったことが出てきてすごい面白いです。なんか特に僕の場合は、あまり本に触れてこなかっただったりとか、今までは本を読んでこなかったっていう方々に向けて発信しているので、今日の選書というテーマでお話ししましたけど、若干そっちに寄ってる感じはあると思いつつも、きっとこれから本好きになりたいとか、読みたいけど分かんないっていう方には参考になるんじゃないかなと信じているので。私最後ちょっと追加で聞きたいのが、私は逆にたくさん読んで、たくさんやめるっていうことをお勧めしてるんですよ。で私は自分の中で選書の時のルールが100ページ読んで、情景が浮かばなかったり、面白くないとか難しいって感じたらもうやめるようにしてるんですよ。健吾さんってそういうのあるんですか？面白い面白くない判断するバロメーターとか全然ありますよ。僕は具体的なページ数は決めてないんですけど、なんか合わないなとか、今じゃないなっていう作品と出会った場合は読むのやめてますし、でもなんかそれって別に悪いことではないと思うんですよ。タイミングが悪かっただけっていうのがあったりして、大学生の時に読んだとある作品ピンとこなかったんですけど、大人になって読み返してみたらこれめちゃくちゃ良かったな。あとは単行本の時に読んでみて、いやなんか話題作だけどピンとこないなと思って文庫化されたタイミングで読み返してみて、たった 2,3 年経っただけでもこんなに読み方変わるんだとか感じ方変わるんだっていうことがあるので、それは僕も大賛成ですね。いずれ将来の自分が楽しんでくれるっていうふうに思って。そっか、今じゃないと。でも確かに本って大切に作られてないものないんで、なんか誰かの何かにはなるから自分のもんじゃなかったって言って諦めていくスピードも私は結構大切かなと思ったりして加えてみました。はい、じゃあそんな感じですかね。まだまだ聞きたいことありますけど、ちょっとお会いできてよかったです。面白かった。ありがとうございます。もう視聴者の皆さんにとって身のある話ができたかわかんないんですけど、いっぱい多分収穫してますみんな収穫してると思う。ありがとうございます。何か参考になれば嬉しいです。はい、ではね、読書の秋も始まりますし、みんなじゃあちょっと本屋さん行ってほしいなと思います。それでは今日のゲストは健吾さんでした。ありがとうございました。会いましょう。失礼します。